Hello everyone! 皆さんこんにちは。1日5つの表現を覚えようシリーズ。一緒に勉強してくれてありがとうね。カードに入れておきます。まだ見てない人は見てね。でもね、今日はちょっと日本のホテルを紹介したいと思います。ホテルっていうと豪華なホテルや日本の旅館、日本式の旅館もあるけど、あとカプセルホテルもあるね。今日は名前が変なホテル。変な。どんなホテルか中も撮ってきたので見せたいと思います。夜、東京に着いたから、まずご飯を食べて、そしてチェックインしました。お一人様ご飯を食べに行きました。浜松町のタイ料理屋さんでパッタイ食べます。美味しそうでしょ？エビやもやしが入って超美味しかった。パクパク食べました。パッタイの後はデザート。タピオカ入りのココナッツミルク。ココナッツ全部食べました。で、今日泊まるのはロボットがフロントにいるという変なホテルです。変なホテル。いらっしゃいませ。変なホテルへようこそ。タッチパネルにて言語を選択してください。Welcome to Hanna Hotel. Please use the touch panel to select your language. 欢迎光临 Hanna Hotel， 请点击触摸屏选择语言。 어서 오십시오. 헨나 호텔에 오신 것을 환영합니다. 터치 패널의 화면을 보시고 언어를 선택하여 주십시오.では部屋に行ってみましょう。部屋に入ってみましょう。中は鏡があってこんなの珍しいけど、ポットとカップがあって Wi-Fi、 あとこれは冷蔵庫みたいと思ったら衣類。タンス衣類リフレッシュ機器窓があって、でも窓の外はね、なんかもう何もない。こんな狭い部屋です。トイレお風呂とトイレはこんな感じ。でも全部あるね。シャンプーリンスもあるし、ドライヤーもあるし、こんな感じ。一人で泊まってだいたい1万円ぐらい。サイトはディスクリプションに貼っておきますね。東京でのイベントにも参加してきました。私たちは今フィンランド大使館にいます。はい、日本語レッスンとしてはね、大使館。そう。はい、英語でエンバシー。 YouTuber のあさぎちゃんと一緒に日本とフィンランドの国交100周年をお祝いするイベントの一つ、お水の PR イベントでした。ビーンウォーター、酸素たっぷりのおいしいお水。
フィンランド大使にも YouTube のチャンネルを宣伝してきました。では見てくれてありがとう。また日本の文化を紹介したりデイリーレッスンも作りますね。